こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、これわかりますかね。ゲームのテーブル筐体ですね。これを作っていきたいと思います。もともとゲームセンターのゲーム機ってアップライト筐体と言われるものだったんですよね。アップライトっていうのは日本語に訳すと直立です。要するにプレイヤーも立ったままプレイすると。米国のピンボールなんかのアーケードの文化がそのまま形になってたわけですけれども、それに対してテーブル筐体というのはカクテルテーブルと呼ばれるようなお酒を出すお店にあるようなテーブルにゲームのハードウェアが詰め込まれた、そういう構造になってるんですね。このテーブル筐体って、実はなんか日本生まれらしいんですよ。1976年に台東が喫茶店にブロック崩しゲームを置くために作った。台東っていう会社はなんかロシア人の方が、創業者でお酒のウォッカを作る会社としてスタートしたらしいんですけれども、飲食店との関係が深かったということで、じゃあゲーム機を飲食店に置いちゃえというふうなことでメタモルフォーゼというんですかね、変身してできたのがテーブル筐体。これもビデオゲームの50年の歴史の中でも10個のイノベーションの1個に入れてもいいんじゃないかなと僕は思います。1978年にスペースインベーダーが日本で大流行するんですけれども、この時はもうアップライト筐体よりはですね、圧倒的にテーブル筐体でしたね。TT って書いてテーブルタイプっていうんですけども、これがもうめちゃめちゃ多かった、ほとんどだったと。アップライト筐体の方は本体の周りにそのゲームのインベーダーだったらインベーダーのイラスト化された絵とか、すごい派手というか、ある種パッケージとして完成されてるんですけれども、テーブル筐体の方っていわゆるインストカード、やり方が両側にあるだけで割とつつましい感じですよね。1980年代の初めの頃とかってもう新宿の歌舞伎町がすごいゲームセンターで溢れていたことがあって、インベーダーの高得点を争う大会なんかも行われたりとかしてたんですけれども、大久保百人町の裏のあたりってテーブル筐体のメンテナンス基地みたいになったんですよね。裏通りを歩いてると天板を斜めに開いてですね、道路で修理しているような風景がありました。今回は気分としてはですね、私の大好きなパックマンのつもりで作りました。これテーブルの上に100円玉を積んでですね、もう本当に貧乏するくらいやり込みました。作者の岩谷徹さんにインタビューさせていただいたことがあるんですけれども、すごく印象的だったのは、女性や子供でも楽しめるゲームを作りたいと考えたと。そのためのモンスターの赤とか黄色とかオレンジとか水色の色合いだったんですよね。なんですけれども、僕自身は男の友達とですね、一緒にパックマンの鬼みたいになってですね、ゲーセンを渡り歩いた感じですけれども、なんてことを言ってる間にできました。個人的にはね、パックマンのオープニングの音楽が頭の中でもう鳴ってる感じなんですけれども、パックマン風のものができました。テーブル筐体なんとかいい感じでできたんじゃないかなと思っているんですけれども、来週もやりますのでよろしくお願いします。